職人みたいな方も、すごいめちゃめちゃいいの売ってる。費用は440万ユーロ。スコピエ生まれのアルバニア人なんですね。なんかディズニーですか？政府が取った政策っていうのが綺麗にイルミネーション、いろんな人に聞いたんだけど5人とも全員違うことを言うの。すごい面白い。ここめっちゃ面白い。ああいう感じ、ああいう感じ。ロンドンみたいなバスがね、赤バスが走ってます。作った人に失礼ですとか。はい、皆さんこんにちは。今現在私はですね、バルカン半島の北マケドニアという国の首都スコピエというところにいます。一昨日にね、北マケドニアの世界遺産と言われているアルバニア国境付近にあるオフリドっていうところからこちらのね首都のスコピエにやってきたんですが、一昨日昨日とね結構雪が降ってたんですね。でマイナス6度とか朝結構な寒さでね断念してたんですよ、撮影を。なんですが今日ねやっと雪もね落ち着いたのでスコピエ編撮影しようと思います。で前回ねさらっと北マケドニアってどういう国なのかっていうのは説明してあるんですが、改めてねおさらいしますと、北マケドニアはねバルカン半島の内陸部に位置する国でして、周辺をコソボ、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、アルバニアの5つの国に囲まれている国になります。でここの北マケドニアはね1991年にユーゴスラビアから独立をしてマケドニア共和国と名乗ってたんですね。なんですが、ギリシャからね国名問題でいろいろ争ったみたいで、2019年に北マケドニア共和国として改名されました。で今はねもう6年前からここの、国は北マケドニア共和国が正式名称というような国になっています。で今いるここの、首都スコピエ、どんな街かと言いますと、結構ね見てるとねいろんなところに銅像が建ってるんですよ。でなんでかっていうと、1963年にねここのスコピエは大地震の影響を受けたんですね。でその時にいろんなものが崩壊してしまったんです。で政府が取った政策っていうのが元あった状態に戻すっていうものではなくて、新しいものに作り変えるっていう政策だったらしいんですね。で2014年に2014年プロジェクトみたいなのが発行されたんですよ。でその時に何を思ったのか、政府はですねここのスコピエ中に歴史的な人物だとか詩人だとか芸術家の銅像を建てまくったんですね。なんで恐ろしいほどねよくわかんない銅像がたくさん建ててね、結構面白い都市になっています。そんなスコピエをね今日はねいろいろ観光していきたいと思います。それではスコピエ編スタートです。でねここの北マケドニアのスコピエはワルダル川っていう川を境に旧市街と新市街で分かれてるんですね。で私は新市街にホステル取ってるので新市街にいるんですが、新市街の中心に位置するのが私が今いるマケドニアスクエアになります。でここのね広場にはアレキサンドラ大王の銅像が立ってます。このような感じでね広場の中心にはねこの馬に乗るアレキサンダー大王の銅像が立っています。でこのね銅像はですね台座を合わせると約25メーターあるみたいで、ここのね周辺サークル上にね8体のライオンがいます。ここにはねこういう感じで大きなショッピングモールなんかもあったりして、なんか CM みたいなのが流れています。でここの新市街にもねいろいろ観光スポットがあるので、新市街から順に、旧市街方面に向かっていろいろ観光していきたいと思います。北マケドニアの首都のね、人々このような感じです。こっちはね北マケドニア人が、もちろん多いんですが、中世の時にねスラブ化が進んだようでスラブ系の方なんかも多いみたいです。こっちのね、キリル文字なのでね読めないんですが、これも多分なんかの、偉人なんでしょうね。もう眼差しがすごいの。もう我が道を行くっていうような目をしてます。で街中にはねなんかこういう感じでね露店みたいなのが並んでるんですね。でよくわかんない、こういう感じなんだかよくわかんない、本当によくわかんない紐、靴紐みたいな紐が売っていますね。ここには何のお店なのかはよく分かりません。こういう感じで街中にはねいろんなカフェだとかが、すごい並んでいて、やっぱり首都なんですごいね栄えています。ここにもなんかよく分かんない、ハリー・ポッターに出てきそうなのがいますが、何でしょうか。ガンジー的な人なんでしょうかね。歴史的な人物、偉人とかって聞いてましたが、こういうね靴磨き職人みたいな方も、銅像化されています。今ね私は、新市街のさっきいた広場からちょっと近くにある、あるスポットにやってきました。皆さんマザー・テレサという女性を知っている方は多いと思います。そのねマザー・テレサっていう方はですねインドに渡って修道女としてね、恵まれない子どもたちを助けたっていう慈善家として知られていて、後にノーベル平和賞を受賞した人物なんですね。ですごい有名な方なんですが、なんと彼女はねスコピエ生まれのアルバニア人なんですね。18歳までここのスコピエで生まれ育ったらしいんですよ。なので
アルバニアではマザー・テレサってアルバニア人なんだぜって言われてるし、ここの北マケドニアでも彼女はスコピエ育ちだ、北マケドニアで育った人物だっていう感じですごい誇り高く持たれている人で、昔なんかはね、今のコソボがマケドニアの地域だったので、なのでコソボに行ってもコソボの人たちはマザー・テレサをすごい誇りに思ってるみたいな感じで、なんかすごいなんかことになってるみたいなんですが、マザー・テレサはねとりあえず18歳までここのスコピエで育ったらしいんです。でそんなね、マザー・テレサの名言、私もいくつか知ってるんですが、一番有名なのはね、多分愛の反対は憎しみではなく無関心ですっていう言葉があるんですが、本当にね、なんかアイドルなんかもこういう言葉を言ってたりとかして、その通りだなって思います。あとは、私たちには決して大きいことはできません。我々にできることは小さいことに対して大きな愛を持って行うことだけなのですと。いい言葉ですよね。あとは食べ物は残さず食べましょう、作った人に失礼ですとか、最後のはね、私のお母さんの言葉なんですが、そして今私がいるところはね、マザー・テレサ記念館というところです。そこをね皆さんに、今回ちょっと紹介したいと思います。はい、こちらがねスコピエで生まれ育ったマザー・テレサ様でございます。ここのね記念館はね、2009年にマザー・テレサが洗礼を受けたカトリック教会の跡地で、作られたみたいです。はい、おそらくね多分ここを上がって、上の階に行けばかつてのねそのマザー・テレサ様の、なんか身の回り品かなんかが展示されているのだと思うので、いろいろ見ていきたいと思います。はい、ここがマザー・テレサの記念館になります。今ね2階にやってきました。辺りはこのような感じ、誰もいないですね。結構フリーに見ていいですよみたいな感じだなと思います。マザー・テレサがいます。はい、今ね2階にいたんですが、3階がね多分礼拝堂になってると思うので行ってみたいと思います。はい、上はねこういう感じで自然光が取り込めるようになってます。今ね見てきましたが、今いるねここの3階は礼拝堂みたいな感じになっていて、で2階はそのマザー・テレサの展示会になっていて、1階は、ちょっとしたねショップになってました。お土産屋さん、結構ね多分15分ぐらいでさらっと回れるかなっていうような感じの規模でした。はい、ここがね、スコピエで生まれ育ったマザー・テレサの記念館でした。で今私はね新市街にいるんですが、同じく新市街にねここから歩いて15分ぐらいのところに結構ね特徴的な教会があるみたいなんで、そこもちょっと見てみたいので、そこまで今歩いていきます。はい、ここら辺の建物もすごい綺麗です。いろんな彫刻がしてあって、なんかのマンションなのかな。そして、ここはちょっとしたカフェみたいな感じで、コーヒーかなんかが、140デナールで飲めますよみたいな感じで煽ってます。ちょうどいい、信号運がいい日はついていると思ってます。はい、北マケドニアの信号は定位置にあって結構大きめって感じ。あ、そうそう、ちょっとタイミングよく来た。北マケドニアスコピエにはねああいう感じでねロンドンみたいなバスがね、赤バスが走ってます。結構な台数ね1日に見ますね。バス停はねこういう感じであります。こういう感じでちゃんと電光掲示板もありますね。あと2分で来ますよって言って感じで、はい、電光掲示板もあるので分かりやすそうです。信号待ちしてる野良犬なんかもいます。耳にパッチしてますね。はい、かわいい。信号青になりましたよ。やっぱりねアルバニアほどね野良犬野良猫は少ない。もしかしたらね寒いからかもしれないんだけど、今ね歩いてたらねすごい教会に着きました。じゃじゃん。はい、このような感じですごいなんかディズニーですかみたいな感じのね、はい、今まで見たことないぐらい大規模でなんかすごい形してる教会が出てきました。ここはね1972年に建てられた教会で、伝統的なビザンチン様式と現代のね建築様式が融合した作りになってるみたいです。すごい。はい、ちょっとね中に入っていきますが、もちろん教会なのでちょっと死後現金という感じで、静かに入っていきたいと思います。それでは、お邪魔します。
お邪魔しました。はい、続いて私が今やってきたのはね、マケドニア門と言われているところです。パリの凱旋門とすごく似ていると言われている門です。私はパリの凱旋門見たことないからわからないんですが、なんか似てるみたい。でここのね門は、マケドニアが1991年にユーゴスラビアから独立してから20周年を記念して2011年から2012年の間でね建てられた門になります。アーチの高さは21メーター、費用は440万ユーロをかけて作ったみたいです。これもねスコピエのその2014年プロジェクトの一環として他のいくつかのね記念碑と一緒に建てた門になるみたいです。ここの周りにもね、ほら門のサイドにはね銅像が2つ立ってるのが分かりますね。そして門の上にもね銅像が立っています。すごいなんか彫刻はすごい綺麗な感じ。パンで遊んでる鳩がいます。まともに食べれてる気配がしませんが、プロレスやってます、パンとこの鳩で。今現在私はですねここの新市街にいるんですが、ここの広場をちょっとね旧市街方面に行きますと、はい出てきました。これがねストーンブリッジです。ここのストーンブリッジを渡って向こうに行くと旧市街に行けるという感じで、ここのね川はバルダル川っていうみたいで、ここのバルダル川を境に旧市街と新市街で分かれてるっていうような感じになります。今現在私はね新市街いろいろ回ったので、今度はねこのストーンブリッジを渡って旧市街散策していきたいと思います。はい、旧市街にはねいろいろ気になってるものが多いんです。オスマントルコ時代から続くちょっと伝統的なバザールみたいなのもあるらしくてね、結構ねトルコ料理屋さんとかなんかトルコ満載みたいな感じのバザールがあるみたいなの。ちなみにここのストーンブリッジはオスマントルコ時代の15世紀から石造りのアーチのね、頑丈な橋として、皆さん使われているみたいです。なんか演奏してますね。おー、すごい。はい、これがバルダル川っていう川になります。はい、で今ね画面の中心にあるこの大きな建物は考古学博物館みたいです。すごいね、建物全部がね大きい、すごいね銅像がたくさんいます。なんかよくわからないさ、なんか岩に顔がついてるみたいな銅像もさっき見たんだよね。やっぱね新市街はここから見ると、はい、全然一目瞭然で、大きなショッピングモールが建てたりだとか、ここに広場があって、こういう大きななんかホテルみたいなものもあったりとかして、すごいねガチャガチャ、栄えててキラキラしてるイメージです。今ね私は橋を渡って旧市街に入りました。今ちょうどね、ここの橋を渡って、旧市街に来たというような感じなんですが、一応なんかここ多分噴水みたいになってるなと思うんだけど、何でしょうか、みんなお子さんを抱えています。はい、ここにもね銅像います。あそこの、ここのね建物の隙間から見えるこのね城塞にちょっと今から向かっていきたいと思います。ここになんかちょっとしたお土産屋さんみたいなのあるんでね、今ちょっと一応なんかさらっと見てみましょう。アルバニアとかではね2ユーロとかで売ってたんですが、こっちはね1ユーロで売ってますね。1ユーロまたは60デナールっていうような感じで、はい、いろんなねこういう銅像の、はい、マグネットが売ってます。一応ねアルバニアよりはね北マケドニアの方が物価高いっていう風に聞いてたんだけど、体感ね変わらないかなっていうよりかは、なんならもう北マケドニアの方が物価安いかなっていう感じ。はい、旧市街はねこんな感じで、いろんなねお土産屋さん雑貨屋さんみたいなねちょっとバザールっぽい感じになってます。はい、ちょっとした絨毯みたいな、そうちょっとね見にくいんだけど、この国旗がね変更される前のベルギナの星っていう、国旗になります。これがね1991年に独立して1992年最初に決められたね国旗になります。3年間だけだったと思うんだけどね、今でもね見ますね。街歩いてるとベルギナの星の昔の国旗を飾ってるお店とかも結構見ます。こういう旧市街バザール編とかって結構ね飲食店とかも高くなりがちなんだけど、ここら辺はねそこまで高くなくてお手頃価格で食べれるお店っていうのがね結構集まってるみたいなんで、ここら辺でお食事とってもいいと思います。はい、ありました。ここがね城塞です。一応登れるみたいなんで、はい、登りたいと思います。はい、スコピエ城塞の前に着いたんですが、はい、このような感じでね向こう
向こうからも、見てみたし、ここのね通常の入り口もちゃんと見たし、駐車場からも行ってみたんですが、なんか今日空いてないんですよね。で、誰もいないんだよね。檻が閉まってるんで入れない感じになってます。多分ね、こういう感じで雪で結構滑ったら危ないから、今日はね多分入れないことになってるのかもしれない。もうせっかくさ雪歩いていろいろ歩き回ったけど、全然どっからも入れる気配ないので、私が一番楽しみにしているねバザール回ってみたいと思います。はい、今ね旧市街歩いていたらね、ここにやっぱモスクが出てきました。調べたらね、ここはムスタファ・パシナバ・ジャーミアっていうモスクみたいです。内部はね今もう入れないですね。スコピエがオスマン帝国に陥落した直後の1492年に建てられたモスクになってます。で、この高さがね42メートルのミナレットがねすごい遠くからも目立つので、今ちょっと来てみたっていうような感じです。で、向こう側にねバザールあるみたいなんで、そっちまで今歩いていきます。はい、今ね歩いていたらこういう感じで、カフェが出てきたんですが、これ見ればわかるんだけどね、トルキッシュチャイがあります。20世紀初頭までね結構オスマントルコの支配を受けていた影響でね、こういう感じでトルコのねお店カフェなんかもねあってびっくりしました。はい、やっぱその雰囲気が残ってるっていうのが分かりますね。はい、ここら辺にはねこういう感じでね、キラキラゴージャスめのバザールが出てきました。ここら辺全部ねジュエリーのお店です。はい、なんかイスタンブールのね金ピカ屋さんみたいな感じのゴージャスな、なんかすごいゴールド、目が痛くなりそうな感じのね眩しさ輝きがあるアクセサリーが売ってます。なんか走ってきました。どうしたんでしょうか。ここではなんかねケバブみたいなものを焼いてますね。こういったお店もあります。はい、ここの通りからねもう多分バザールの雰囲気がしています。ここら辺はねほらこういう感じの時計屋さんがあったりだとか、ニット帽、バタモンみたいなものが売ってますが、ニット帽売ってたりだとか、お洋服が売ってたりだとかっていうような感じで、東南アジアみたいな雰囲気出てる。本当にフレンドリー。おそらくね多分ここの中行くと果物がありました。値段表記がないので、多分いいねでね観光客だ高めに敷いちゃおうっていう感じになるかもしれないんですが、値段表記があるところがあったらね、皆さんに紹介したいと思います。ありましたね。はい、珍しい。だいたい1キロあたりで売ってるんですが、3キロあたり100デナールって感じで売ってます。はい、結構安いかも。はい、こういう感じのねバザールがすごい今気づいた。こっち側にもね大型スーパーみたいな感じの勢いで、はい、いろんな果物が売ってます。ここは香辛料でしょうか。はい、こういう感じで売ってます。こういうちっちゃいやつでも50とかで売ってます。スーパーよりはだいぶ安いっていう感じですね。オリーブはスーパーのこういう感じのオリーブ種類で1キロあたり300ですよとかで売ってるんですが、スーパーの価格とそんなに変わらないかも。すごい面白い。ここめっちゃ面白い。どうしよう。ドライフルーツ、お菓子、ソーセージ、あとこういうね瓶詰めの蜂蜜なんかも売ってます。ちなみに私はねアルバニアのティラナでホームステイしてたんですが、ホームメイドのね瓶詰めのめちゃめちゃでかい、蜂蜜をねもらいました。はい、ナッツなんかも量り売りでねいろんなのが売ってます。で全然押し売りもしてこないし、本当にローカルな気楽にやってるって感じ。だからいい。ここは多分スジュークでしたっけ。トルコとかでもよく食べたソーセージが売ってますね。でチーズもねこういう感じで売ってます。こういう感じでヨーグルトみたいなものが売ってたりとか、ローカル価格で買えるんだろうなっていうような感じで、はい、キロあたり40とかで、みかんが売ってる。安いですね。玉ねぎも、1キロあたり50売ってます。私結構スーパーでねこういうトマトとか見てるんですが、スーパーだとね1キロあたり200ぐらいするんだよね。だからめっちゃ高いなと思ってたの。なんだけどこういうバザールでちゃんと買えば1キロあたり80とかでローカル価格で買えるので、自炊する方はバザールに来てね買った方がいいかもしれない。中心地からね30分ぐらい歩けば多分全然来れるような場所なので、ここのバザールねオールドバザールおすすめです。はいすごいです。今びっくり。今ねこっち側が全部、野菜屋さんなんですよ。野菜果物とかいろいろ売ってます。野良猫だ。はい、野良猫がいました。向こうから歩いてきて全部果物とか野菜とかねピクルスみたいなものが売ってたりとかって感じなんですが、ここなんとねコスメだとか洋服屋さんまであります。こういう感じでコスメ売ってたりとか、ヘアアイロンとかなんかこういうよくわかんないなんかウィッグみたいなものが、はい、ありますね。東南アジアみたいな気分を味わえるバザールって私ヨーロッパ方面に入ってからね初めてかもしれない。でももうなんかみんな戸締まりっていう感じかもしれない。もうみんななんか閉めるって感じ。なんでも揃っちゃうのここで。私ここに住めるぞ。めちゃめちゃ面白い。やばい。これはすごい。見た感じねここは観光客全然いないんですね。なのでもしかしたらすごいめちゃめちゃいいの売ってる。めちゃめちゃ面白いです本当に。めちゃめちゃ安い。3足あたりで100って売ってますね。私多分ね1足あたり100とかで買ったのよ。はい
How are you? I'm good. You? You do for YouTube channel? Yeah. How can I see it? みんなすごいね、笑顔で挨拶してくれてっていう感じで、北マケドニアはね、めちゃめちゃ人が優しい、温かい人が多いの。はい、さっきね、言ってたバザールはああいう感じでした。すごいローカルな感じでね、ここ最近で一番上がったバザールでした。ぜひね、旧市街に来た方はね、あそこも合わせてね、行かれることをお勧めします。って感じで、今私はね、シタラサルチャみたいな名前のオスマントルコ時代の雰囲気が残る屋外バザールみたいなところがあるんですが、そこに向かって今歩いています。なんだけど、お店がね、どんどん閉まり始めちゃってるんで、そこまで活気に満ちた感じにはならないと思うんですが、結構ね、上がこういう感じで、イルミネーションで綺麗な感じになっているので、はい、優しいの、本当ああいう感じ、ああいう感じ。そうなので、雰囲気だけでもね、皆さんに楽しんでもらえればなと思います。はい、こういう感じで上にはね、綺麗にイルミネーション施されていて、多分ここが一番ね、活気に満ちている通りなんだと思います。おっと、なぜ子供が座っている。本当にね、ここら辺はお洋服屋さんだとかレストランとか飲食店、宝石、ジュエリー、いろんなねお店が並んでました。そんな感じで、特に私はね、行くところとかもないので、ここのバザールをね突き抜けて、また新市街の方に戻って、今日はねホステルに帰りたいと思います。ローカルコンビニで39のビール買います。今ね、私はね、新市街の、今泊まっているね、ホステルの前に着きました。今現在私が泊まっているホステルは新市街でね、今現在で一番安かったので、女性ドミトリー10ユーロで取ってます。今日はね、もうホステルに戻って自炊します。で、明日ね、北マケドニアから陸路でコソボに行く予定なので、また明日、その動画回したいと思います。ほいではまた明日。翌日、皆さんおはようございます。今現在ね、11時です。で、今ね、ここの、私が泊まってたね、ゲットインホステルチェックアウトしまして、ここから15分ぐらい歩いたところにスコピエのバスステーションがあるので、そこまで向かって、でチケットはもうね、昨日オンライン予約で 9.3 ユーロだったかな。スコピエからコソボのプリシティナまでの、チケットはもう取ってあるので、そこら辺また散策しながらバス停向かいたいと思います。今日も変わらずちょっと寒い、雪はパラパラって感じです。長めのクラクション。今ね、バスステーション着きました。こっちのバルカン半島はね、どこも大体一つの都市に1個のバスターミナルしかないみたいなので、地図でね、バスステーションという風に Google マップで検索すれば普通にね、ここが出てきます。多分ここ中通って、向こうで待機っていうような感じになります。あれ、これ入れるのかな。入りました。結構暗い雰囲気です。で、私はもうチケットがあるので、ここら辺に座ってバスを待ちたいと思います。今ね、私ね、駅着きました。でね、ここの目の前にはね、私が乗るバスがここに止まっています。このバスがね、12時30分発で、時差もないので2時間でコソボプリシティナに14時30分に着くというような感じです。で、ちょっとね、さっきあれこれって普通なのって思ったことがありまして、何かっていうと、外からさ、館内を通ってここのバスストップに来るんですね。一番最初ね、普通にここに来たの。それで、自分のね、プリシティナ行きのバス停どこですかっていう風にいろんな人に聞いたんだけど、5人とも全員違うことを言うの。だから分かんないなと思って、館内に行って、館内のチケットカウンターで、私もう予約してあるんです。12時半から、14時30分着のプリシティナ行きのバスってどこの何番からのバスストップから出ますかっていう風に聞いたら、その人がね、まずはここの駅使用料50デナールか1ユーロを払わないとその質問には答えられませんって言ったの。いいんだよ。で、それがないとここに来れないって言われたの。でも私さっきチケットなくてもここ来れたからみたいな。で、なんじゃそれだと思って、もうとりあえずもう払ったんですよ。払ったら、はいって言って、なんかこの領収書渡されて、はい、ありがとうございますっていう感じで今ここに来たんですよ。駅使用料を払わないといけないところって今までなかったんですね。だからびっくりして、それってみんな払ってるんですかって言ったら、みんな払ってますって言ってたの。Everyone paid 50 Yeah, dinar. all passengers. Okay. Yes. Thank you. これなくても別にここに来れるの。チケットカウンターに行っちゃうと絶対に払わないといけないことになっちゃうので、気をつけてください。払わないといけない、これって分かんない。本当にこれが普通なのかもしれないんだけど、真実は分からない。これが普通なのか、ただ観光客だったからってかもられたのか分かんないんですが、とりあえずチケットカウンター行かなければ払わないで済みます。これがいいのかも分かんないんだけどね、とりあえずそんなことがありましたって感じで、とりあえずね、あともう15分ぐらいで、バスも出発するので、バスっていうかミニバスですね。これがね、ここにも書いてあるんですが、私はこの、12時30分のプリシティナ行きで行きたいと思います。スコピアはね、結構ね、銅像が多すぎて面白かったです。個人的に一番楽しかったのは旧市街かな。トルコ感が味わえたから大好きなトルコ。とりあえず、コソボ行ってきます。
はい、バスはねこのような感じです。1列2列の3列席になってて、で上にはね結構ねこっちのバスってねここのスペースがすごい狭くて入らないことがあったの、こういうバッグが。なんだけどここは普通に入りました。はい、ここからね2時間かけて行ってきます。はいはい、今私はねコソボに無事入国して、コソボのね首都プリシチナのバスステーションに着きました。今の時刻がね14時50分なのでちょうど2時間半ぐらいですね。向こうも多分10分遅れぐらいで出てるんで、国境のパスポートコントロールはすごい簡単で、ただパスポートを見せればいいだけでしたね。はい、で、コソボはめちゃめちゃ標高が高いのでだいぶ寒いです。今回の動画はねここら辺で、切ろうと思います。私はね今からねご縁あってここのねコソボのプリシチナに住んでいる現地人のね女の子の家に泊まることになったので、何日かねここでまた過ごそうと思います。次の動画のコソボ首都プリシチナ編もねぜひチェックしてみてください。そんな感じで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。少しでもねいいと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。Never really know